コリアンダーとアニスと、キャラウェイシードとフェンネルのパウダーを混ぜてます。ライ麦パンによくある失敗で上が浮いたりするんですよね。その空洞というか、空洞ができて皮一枚浮くみたいなで中身が沈むっていうのがよくあるんですけど、でお湯で仕込むようになってからはそういうことがなくなったんで大丈夫なのかなみたいな。でもこれもYouTube で勉強してフランスとかドイツのパン屋さんがこうやってるのを見て、あ、なるほどと思って自分でやってみて。ここから1時間寝かせるってこと？そうです。ここからすぐ成形してで最終発酵1時間とって釜入れになりますね。なんで早いですね。早いけどすごいうまいんで、僕ライ麦パン好きですね。釜に入れたい時間で発酵がまだ来てなかったりしたらどうするんですか？そういう時は手作りのホイルに入れてちょっと温めたりします。これは難しいですか？ポイントって。なんか季節の変わり目だとすごい難しいですね。
そういう方法なんですね。はい、スチーム。鉄鍋にタルトストーンを敷き詰めてで下で温めて熱湯を注ぐっていうやり方で。いろいろこれも試したんですか？そうですね、いろいろやって最初石とかやってたんですけど、やっぱり石よりも金属とかの方がいいから鉄鍋に。うまそうっすね。やばいですよ。昨日修理したって言ったじゃないですか、はいはい、そのここが重すぎて、扉の開閉でガタが来てるんじゃないかっていう仮説を立てたんですよ。でここを切ってちょっと軽くしてこの扉のガーンっていう衝撃を減らそうと思ってで切ったんですけど、そしたらこの重さとこう扉の釣り合いが取れなくなってここで止まらなくなってたんですよ。こうやっても自然にガーンと白いようになっちゃって、あ、マジかと思って、切った部分をもう一回くっつけたんです。すごいことできたんですね。そうですね、うまいこと釣り合いが取れてたんだ。そうでしたね。ナナちゃんが起き出しましたね。ドタドタ、音がしましたね。大活躍してくれると思いますよ。
そうなんだよ。ちょっとこの T シャツがもうちょっとパツパツでコーヒー飲みますいつもの仕事の日も朝ごはんは一緒に食べるんですか？そうですね。こういう感じで食べるんですか？はい。まさにこんなこんな感じで。いいっすね。まあなんか大体これぐらいの時間があったら一旦落ち着くので、それで一緒に食べて。じゃあスムージーなんの？もう一回ちょっと簡潔に教えてもらっていいですか？はい。薄力入ってるところの世代からちょっバゲット生地に純強力と薄力をちょっとだけ入れてるんですけど、薄力入れると歯切れが良くなるっていうことと、あと今使っている薄力が、北穂波っていう品種で、甘みが出るというか結構クリーミーな感じになるんで、それがすごい好きですね。甘みが出るというか、はい、美味しいですオタクですか、やっぱり。オタクです。変態だと思います。こういう話ずっとするんですか？してますよ。家庭の中でも。はい。それこそだって1日パン作ってるのに夕ご飯の時にそれこそそのレイヤさんのパン動画見てるんですよ。休みの日に家で手ごねでパン作るみたいなよくやってましたね。やだ、絶対私やだ、自分だったら休みの日まで仕事したくないから。そうだからここが手ごねのパン屋なのも、僕中学生の頃から家でパン作ってるんですけど、家だから手ごねになるじゃないですか。ずーっとその中学生の頃から手ごねでパン作ってきたんで、多分今の形になってるんじゃないかなっていう自己分析
人事じゃなくてママだね。巨人時代。開店前に。やった。テンション上がってる。開店だよ。お待たせしました。はい。お持ちですか。3時3円。はい、今日は休みです。はい、ありがとうございます。ずりずりできるようになります。子供たちね、前回ね、桜あんパン2個ぐらい買ったんだけど、はいもうアンさんも大好きで、1個だけだから桜あんパン。ありがとう。あ、バゲットじゃあ一つもらおうか。人気なんですね。これは何ですか？これは酒種ですね。酒種、ルヴァン、ライサワー。3つ同時に食べてみちゃう感じですか？そうですね、やっちゃいます。普通のご飯ですか？そうですね。これはうちの2軒隣の人が自然栽培でお米を作ってて、そのお米を分けてもらって、やってます。なんでなんか発酵力が強い気がするんですよ。すごい。麹です。これ地元のスーパーで購入してます。米に対して麹の割合とかってどのぐらいなんですか？仕込みやすい量でいうと、炊いたご飯が200で米麹が30で冷たい水が120で、トータル350を1倍として、あとはでそれで仕込んでます。一晩この米粒の状態で発酵させて、で仕込む 1,2 時間前とかにミキサーにかけるんですね。ミキサーにかけたら、はい、そこから一気に進むんですか？ミキサーにかけると、ドロドロになりますよね。要するに米の表面積が増えるので、その分解速度が速くなるというか、酵母が活発化するってことですね。そうです。この米粒の状態だと、一晩置いてもまだ米の形が残ってるんですよ。周りは溶け始めてるけど芯は全然残ってて、まだお米の硬さが残ってる状態というか、隣に全粒夏と冬1ヶ月休んでても意外と冷蔵庫とか冷たいところに置いておけば種が生きてるっていうことが分かったので、2、3週間置いてても全然
種継ぎすれば元気になってくれるんで、それはなんかすごいなと思いましたね。不思議というか種の強さを感じました。